こんにちは、しかくんです。ということでね、今回は雑談動画を撮っていきたいと思います。今回の雑談のテーマは、今流行ってる新型コロナウイルスです。2ヶ月くらい前に、中国で、流行り出して、今世界中にですね、感染を広めてしまっている新型コロナウイルス。本日3月12日にですね、WHO からパンデミックの宣言が出されました。ということで、かなり世界中で、新型コロナウイルスが流行していて、その猛威を振るっていることがわかると思います。そこでですよ、僕ちょっと昨日ですね、3月11日、東日本大震災の日ですね、昼帯を見てたんですけども、ちょっとそこでね、一つこれはないだろうと思うニュースがあったので、ちょっとそちらについて、共有できたらなと思います。雑談なので、ちょっと関係ない話とかも入っちゃうかもしれないんですけども、ご了承ください。僕ですね、昨日3月11日、お昼ご飯食べながら昼帯見てたんですよ。もう今日は東日本大震災から9年だなと思って、もともと僕はですね、長い間東北の人だったので、東北って言ってもそんなに被害が、あんまり少なかった県なんですけども、東日本大震災の特集でもやってるのかなと思ってテレビ見てたんですよね。したらやっぱり東日本大震災のニュースも入ってたんですけども、半々くらいの割合で新型コロナウイルスのニュースも入ってて、半分複雑な気持ちでニュース見てたんですけども、やっぱそれくらい重要な出来事が今起きてしまっているっていうことが現状なんだなっていうふうに痛感いたしました。でね、ちょっと本題に入るんですけども、ヤフーニュースで、調べた記事です。金額が少ないと叩かれた芸能人も、新型コロナ被害救済の動く韓流スターの寄付活動。新型コロナウイルスの韓国国内感染者の数が7000人を突破した中、韓国芸能界では連日のようにスターやアイドルたちによる寄付リレーが続いている。韓国はもともと芸能人の寄付活動が一般的だが、新型コロナウイルス拡散防止と予防活動のため、数えきれないほどの芸能人が寄付を行っている。TWICE や BTS、イ・ビョンホン、イ・ヨンエなども、こういった形で、韓国ではですね、芸能人の方が、寄付されてる、かなりの額を寄付してるってことなんですけども、その金額の額が、載ってます。例えばガールズグループ TWICE のツイ、ダヒョン、ナヨンは韓国の社会福祉共同募金委員会愛の実にそれぞれ5000万ウォン、約500万円ずつを寄付。映画パラサイト半地下の家族主演俳優ソン・ガンホは希望ブリッジ全国災害救護協会に1億ウォン、約1000万円を支援している。その他にの、芸能人の方も、例えば1億ウォンとかいろいろ出てきます。あとはね、お金だけじゃなくてお米とか食材とかも、寄付されてる、芸能人の方が、いるそうです。かなり、韓国の芸能の人たちって寄付をされてるんだなっていう風なのが伺えるんですけども、ちょっとここでね、これどうなのよっていうのが出てきました。寄付していない芸能人リストも、もっとも芸能人の寄付リレーが思わぬ方向に動いてしまっている部分もある。例えば俳優のイ・シオンの場合、イ・シオンは先日全国災害救護協会宛てに100万ウォン、約10万円を送金したことを報告した。ところがその寄付額が他の芸能人に比べて少額という理由で恩着せがましいなどと炎上が起きてしまった。はい、これです。これさ、どうなの？これさ、どうなんですか？そもそも僕はこの記事を見て、韓国の方のその寄付のその定義っていうのがちょっと僕ら日本人と違うんだろうなっていう風に感じたのと、寄付って本当にそういうことかっていう風にちょっと疑問を持ちましたね。寄付って別に強制じゃないんですよ。韓国とかその芸能人だから、寄付するよねみたいな反強制なのかもしれない。でも強制じゃないじゃん、寄付って。そもそも寄付って強制じゃないじゃないですか。例えばね、レジとかの横にあって、すいません、何円くらいお買い上げになられてるんで寄付してくださいとかって言われたことないでしょ、コンビニとかスーパーで。だってね、強制じゃないもん、寄付って。なのに寄付することが当たり前で、寄付してない芸能人はおかしいみたいな感じでリストを取り上げて、この芸能人はおかしいみたいな風にして SNS 上で叩いたりとかしてるのって違うんじゃないですか。でしかも寄付したのにその額が少ないから恩着せがましいで炎上って、それはちょっと、おかしいんじゃないかなっていう風に思いますね。そもそもね、1円とか2円とかさ、寄付してる時点でもうその人の気持ちなんですよ。
1円でも2円でもいいからこういう人たちを助けたいとか、こういう活動に使ってほしいとかっていう気持ちなんですよ。これはコロナウイルスで確かに大変なのは分かります。で韓国ってすごい感染者出てるし、病院のねベッドが足りてないっていうのも分かるんだけど、寄付しない方が良かったってなっちゃうじゃないですか。そんな風にバッシングね受けた人とかさ、テレビ見ててかなり思いました。国による考え方の違いとか文化の違いっていうのもあるので、僕が一概にこうやってバンって否定することは難しいんですよ。でも僕はちょっと国とか違うけど人としてどうなのっていう風に思いました。そういうことでね、ちょっと人のその混乱の様子っていうのが韓国だけじゃなくて我々日本の中でも起きてます。日本国内でもですね、マスクがなくなったりとかトイレットペーパーがなくなったりしましたよね。で、今ね、臨時休校とか、あとコロナ対策、コロナの予防っていうこともあって今納豆が売れてるらしいですね。ご飯にかけるだけで手軽にね一品作れるからっていう理由で結構納豆が売れてるそうです。あとね、なんかインドで感染者数があまり出てないそうです。人口が多い割に。でなんでらって調べたらカレーが実は効くんじゃないみたいな感じで今カレーがねどんどん売れてるそうです。なんかねもうよくわかんないよね。どれが本当に正しいのかっていうのがね、そういうねいろんな情報が流れてきて、それにみんな踊らされてるんだか本当なんだかもうみんな分かんない状態になってますよね。ちょっと最後にはなるんですけども、僕からですね新型コロナウイルスに関して、ちょっと言えることを言っていこうかなというふうに思います。3月12日時点でですね新型コロナウイルスの国内感染者は計624人、クルーズ船は除きます。113の国地域で12万4101人に達し、うち4566人が死亡しております。国立がん研究センター東病院というところからですね新型コロナウイルス感染症についてという、ものが出ております。ニュースで見られてると分かると思うんですけども、新型コロナウイルスの感染症で亡くなられてる方って結構高齢の方だとか持病の出る方がかなり多いそうです。コロナウイルスから、自分の身を守ってくださいみたいなのが、あります。外出や人混みを避ける、特に長時間換気の悪い場所に不特定多数の人々が集まるような場所、ライブハウス、スポーツジム、ビュッフェスタイルの会食、スキーのゲストハウス、密閉された仮設テント、手洗いを心がける、手指消毒用アルコールもしくは流水と石鹸を使った手指衛生、顔、特に目、鼻、口はできるだけ触れない、家庭内でよく触れる場所の清掃、消毒、ドアノブ、スイッチ、手すり、リモコン、電話、携帯電話などを、清掃消毒した方がいいということです。マスクをつけたりとか、マスクがなければ咳の時に鼻や肘で覆うなどの咳エチケットを守る。その他にもですね国からの発表がいろいろ出てますので、よかったら下のリンクから、チェックしてみてください。メディアとか新聞より全然、信頼性があると思うので政府の発表を、よくよく見てみてください。はい、ということでちょっと大変な世の中になってしまってですね、今いろんなね行事だとか予定がねもう狂い始めているところではあるんですけども、皆さん一人一人ができることをやってね、感染とかあとやっぱりお亡くなりになる方のね人数をなるべくね少なくするっていうのが今僕たちに求められていることなんじゃないかなっていう風に、感じました。はい、ということでね長い時間本当にありがとうございました。以上石川くんでした。バイバイ。